2022年度の素敵にハンドメイドの連載、斉藤陽子の初めてさんのマンスリーキルトを参考に、自分の好きなパターンも混ぜつつ、サンプラーキルトを作っているところです。これまでに縫ったパターンは全部で20枚。テキストに掲載されているパターンが15枚と、自分で追加で選んだパターンが5枚。これで20枚です。これからテキストに掲載されている残りのパターンを作っていくところ、最終的に全部で何枚作るかはまだ考え中。ちなみにおばあちゃんの花園のパターンを外すかどうか、これも考え中。もう少しね、考えます。ずいぶん前に型紙だけ作っていたパイナップルのパターン。早く縫わないと何の型紙なのか忘れてしまいそう。今日縫います。カットするときに順番を間違えないように、まずは型紙をきれいに並べて整理整頓。横と斜めの型紙を間違えたら大変なことに。横、なと書いておいてくれた過去の自分よ、ありがとう。これで間違えずにカットできそう。ちょっと細長い感じの型紙を見ていたら、この間作ったベビーキルトの余り布を主役にして作りたくなった。こうして歯切れを活用することで、私の手元にもすでに旅立ったベビーキルトの思い出が残っていく。そんな気がする。これまで作ったキルトは決して一枚一枚独立しているわけではなく、実はすべてつながっているのかもしれない。使いたい布を集めて、イメージを膨らませていこう。それにしても今年の6月はちゃんと初夏していて、ちゃんと涼しくて嬉しい。去年の今頃は万博で汗だくになって完全に溶けていた気がする。さて、ログキャビンの中心は赤にしたので、パイナップルは中心を青にしようかな。あれこれ迷うけど、まずはカットして並べてみようか。そろそろ全体のバランスも考えねば。ベビーキルトの余り布に命を吹き込もう。あんちゃんに喜んでもらえて本当に嬉しかった。その気持ちがまた新しい作品の一部になっていくんだ。すべてのピースがカットできたら、全体のバランスを見るために並べてみます。どうだろう。青っぽくしたいと言いながら、やっぱり中心はもう少し違う色の方が締まるかも、と考え始める。中心を茶色に変えてみます。縫い始めるまではひたすら悩む。ベビーキルトの余り布の花柄、このピンク部分を生かすためにもう少し色を足してみようか。薄いブルーをベースにした大きな花柄、ブルー部分と花柄両方入るようにカット。これでピンクとオレンジを足してみる。匂うときはすぐには縫わずにしばらく眺めてみる。この間作った酔っ払いの小道、ドランカーズパスのパターンと配色が似てしまっているんだよな。同じ人間が同じ在庫で作っているので別に似ていても何の問題もないんだけど、それでも変化を求めてやっていきたい。ちなみにこれはハートのキルトを作った時の裏布の余り。ちょっと淡めの大きな花柄は小さくカットするとグラデーション布っぽく使える。最後に全体を見てもう一度中心の色を選ぶ。茶色か青か。いや、ここはピンクでしょう。配色が決まったら、あとは縫うだけ。
以前の動画でもお話ししましたが、このサンプラーキルトには自分なりの配色ルールがあります。気づいたら赤やピンクばかり使ってしまうので、茶色やベージュを中心にこれまで使ってこなかった布を積極的に使う。とか言いつつ中心をピンクにしたのはなぜ？その時の最善が赤やピンクならそれもありにしてます。いいなと思って買ったはずなのに使えていなかった、そんな布がたくさんある。この2段目のブルーの布はパッチワークを始めた頃に買ったものだけど、なんと今回初めてカットしました。3段目はベビーキルトの余り布。この後に続く茶色の葉っぱ柄はネットショッピングの際におまけでいただいたもの。茶色、ベージュを使うぞと決めていなければ、この布を合わせることはなかったんじゃないかな。一枚一枚にちゃんと物語があって、それをつないでいるんだ。縫い代が重なっているところは一針ずつ慎重に。縫い線を確認しながら表と裏を行ったり来たり。角がピシッと合うように、いつもと違う布たちが可愛く綺麗に見えるように。普段使わない色や柄を使ってみよう。そう決めるだけで世界が少しずつ広がっていく。自分の好きなことをもっともっと好きでいるために、視点を変える、ちょっとだけいつもと違うことを試してみる。そうすることで今まで気づかなかった好きに気づく。茶色もいいじゃん。赤い実が連なるような可愛い感じにできたじゃん。好きをもっと深掘りしていこう。パイナップルのパターンの出来上がり。続いてクマの足跡、ベアーズポーのパターン。いつもと同じように、まずは使いたい布を全部出して並べてみます。ベージュの土台にアンティークっぽいからし色や深みのある茶色や赤、ピンクを組み合わせたい。ちなみに最初に出して並べてみた布をすべて使うわけではなく、ここから足したり引いたりして理想に近づけていきます。自分がこれまでの人生で美しいと感じたもの、心惹かれたものが溶け合いつながる。それが配色というものなのかもしれない。ふと選んだその色も、その柄も、これまで自分が歩んできた道の続き。去年の春にも作ったベアーズポー。モダンな雰囲気が似合うお友達、花子さんへのプレゼントとしてポーチになりました。今回は去年とはまたちょっと違った雰囲気のものを作りたいな。それにしても久しぶりに去年の動画を見返したら、壁のキルトが少ない。ちゃんとこの1年キルトを作れてきたんだなって、なんだか嬉しい。今回はオリエンタルな宝石箱のイメージで。まずは最初に選んだ布をカットして並べてみます。赤、ピンク、紫。このままでもいいけど、ここから少し違う色を混ぜてみて全体のバランスを見ます。緑の千鳥格子柄。茶色に水色のドット柄。入れ替えるというよりは複数候補を出す感じ。土台となる布も含め全部置いてみて色の見え方を確認。ある程度納得したら縫い始めます。縫いながら縫い代のない状態での柄の出方などを確認しつつ、納得いかなければ勇気を持ってほどき、布を入れ替えて縫い直す。あともう少し、切りのいいところまで縫ってから寝るか。切りのいいところといってもまだまだ先で、そこまで縫うにはなんだかまぶたが重すぎる気がするんだけど。でも、頑張る。
深夜に縫わずしていつ縫うのか。そんな生活を続けてもう何年になるだろう。目の前のキルトだけを見ている。一日の終わり、誰にも邪魔されない私だけの時間。世の中、寝ている時間も働いている時間も人それぞれなら、自分の時間だって人それぞれでいいよね。さあ、今日も一日頑張るぞ。完成が見えてくると、がぜんやる気が出る。受験勉強、資格勉強の世界でよく言われるように、やる気はやらないと出ないというのは真理だと思う。やる気がある時に縫おうと思っていてはいつまで経っても縫えない。過去の私がそうだった。目指す場所があるなら、やる気があろうがなかろうがやらなきゃダメなんだ。それが分かっていなかった過去の自分を殴りに行きたい衝動に駆られることがある。申し訳なさとか後悔とかいろんな感情で。生きていればいろいろなこともある。それでも自分の人生を進めることができるのは自分だけ。自分の意志で変えられるのは未来だけ。それなら今日がどんな日だったとしても縫っていこうと決めたんだ。熊の足跡、ベアーズポーの出来上がり。ギザギザの三角が鋭い爪を連想させます。お昼なんて私にとってはまだまだ休日の始まりの始まり。特に夏は日が長いからここからが本番とも言える。一度縫い始めてしまえばもう大丈夫。進もう。とにかく手を動かすんだ。この勢いで友情の絆のパターンも一気に作っちゃおう。カーブのあるパターンは可愛いし、製図も楽しい。どんな人がこのパターンを作ったんだろう。長い歴史の中で生まれ、受け継がれてきたトラディショナルパターンたち。このパターンを作るということは、私もバトンをつなぐ一人になるということだ。テキストではこの友情の絆のパターンをクリスマスカラーで作っていました。12月号だからかな。リリーのパターンに似ているっていうのも赤と緑を使いたくなる理由の一つかも。でもやっぱり今回の配色ルール的にはテキストとはちょっと違った感じを目指したい。ベースに選んだのは白地に紺色で描かれた街並みが素敵な布。かわいいメリーゴーランド。ここを中央部分に使いたいよね。当時土台布として良さそうと思って買ったものの、明度のコントラストが激しい布を使うのがちょっと苦手でいい使いどころが見つからず、手持ちの赤やピンクと合わせるのもなかなか難しいと感じていた。でも今の自分ならうまく使える気がする。左右対称の型紙は印付けの時に注意が必要。よく間違えます。この白地に紺の街並みを素敵に変身させてみせる。アクセントとなるピンクをうまく散らす。星のような部分を縫うとこんな感じ。ハンズオールアラウンドにも似ている。土台布の柄がコントラスト強めなので、モチーフ部分はそれに負けない色で、
なおかつ遠目から見ると無地に見えるような繊細な柄を合わせたい。明かりを灯したら一気に仕上げよう。この土台布は押し入れの中で一体いくつの夜を越してきたのか。買ってすぐには使えなかったけど、今この時が私たちにとって最高のタイミングだったんだと思いたい。まるでスケッチブックの1ページのような土台布に深い茶色、赤などを合わせて、友情の絆のパターン完成です。土台布から配色を決めることってあまりないと思うけど、どうしてもその布を使いたいならそれもあり。さて、素敵にハンドメイドの連載で紹介されているパターンでまだ手をつけていないのはあと2つになりました。おばあちゃんの花園とコンパスです。おばあちゃんの花園、つまりヘキサゴンつなぎ。今まさにヘキサゴンのキルトをサンプラーとは別に縫っているところなので、迷ったけど今回のサンプラーキルトからはおばあちゃんの花園のパターンは外します。
コンパスのパターンを作りましょう。テキストで最後に紹介されるパターンが旅人を正しい方向に導くためのコンパス、羅針盤というのがなんかいい。夏の冒険が始まる。製図してみると意外と一つ一つのパーツが小さかったので、地色と柄が同系色で柄が主張しすぎない布を選びました。その方がコンパスの尖った部分が綺麗に見える気がして。夏休みの朝は近所の子供たちみんなでラジオ体操に集まる。もはや何をして遊んでいたか覚えてないけど、とにかくずっと遊んでずっと絵を描いてずっと本を読んでいた。夜は友達の家に集まってみんなで天体観測もした。夏休みが短いなんて感じたことなかった。いつまでもどこまでも休みが続いているような気がしていた。年を重ねるごとに時が経つのが早くなって、今は1年ですらあっという間だ。大人になるまでに、大人になってからも人生にはたくさんの分かれ道があったけれど、この道を進んできてよかったと思えている自分が今ここにいる。真ん中の黄色はすべてを照らす太陽の色。配色が決まったら塗っていこう。ちなみに待ち針はあまり細かく打たない派です。かつて船旅には欠かすことのできなかった羅針盤。家族が無事に帰宅するその日を待ちわびる日々、長い航海の安全を祈りながら作られていたんだろう。昔お教室でマリナーズコンパスを縫った時に先生にも言われたけれど、放射状に広がる針の部分、この角をきちんと出せるかどうかがコンパスのピーシングにおける最大のポイントとなる。道に迷わないように、しっかり方角をさせるように。ちなみに以前作ったマリナーズコンパスは黒と緑、そして水色で作った。このデザインが持つかっこよさを生かすためなのか、青や緑などクールな色を選びがち。海の深さ、森の静けさ。情熱的な羅針盤というよりは、知的な落ち着いた羅針盤を無意識的に目指しているのかも。3度目の機会があれば、赤やピンクでも作ってみたい。針の部分を縫うとこんな感じ。そして真ん中の丸を縫い付けるための下準備。縫い代部分を一周ぐし縫い。裏面に型紙を当てて糸を引く。この縫い代部分がシューッと絞られていく瞬間が気持ちいい。最後は玉留めで固定します。ちょっと大きめの玉留めが安心。完璧。アイロンで押さえて折り線をしっかりつけ整えます。型紙を外して下準備完了。中心にアップリケしていきます。ピーシングも好きだけどアップリケも好き。周りのシャープなピースワークとは対照的な中央のまん丸アップリケ。たまに机に置いて歪みや不自然なシワがないか確認。中心にこの丸が乗るだけでぐっと全体が締まって羅針盤が完成に向けて一気に動き出す。中心のアップリケができました。なんかめっちゃいい。土台布を決めます。土台布を大胆な大柄、例えば大きなドットにしたら可愛いんじゃないかってピーシングをしながら漠然と考えていた。ドットの予定だったけど、こうしてみるとストライプも捨てがたい。正直黄緑のドットの方が薄くて縫いやすい布だから、キルティングのことを考えるなら、もうこっち一択。ストライプの方は何年か前に買った福袋に入っていた布で、黄緑のドットと比べると少し縫いにくそうだと感じる。でも今の気分は絶対こっち。
かなり色が濃いから他のパターンと合うかどうかで決めてもいいかな。壁に貼ってあるピースレイアウターに布ごと無理やりピンで留めちゃって、少し離れたところから見てみます。思っていたより他のパターンと馴染んでいる気がする。ちょっとくすんだ色のストライプがいい感じ。縫いにくさについては、まあ、ヴィンテージファブリック買った時にもそういうことあるし、と思って気合で縫うということにします。やっぱり最後は柄重視。というわけで型紙をカットしていきます。この2枚の型紙を使って最後の仕上げ。中心の黄色い丸を作った時と同じように周囲をぐるっとぐし縫いして型紙を当てて引き絞り形を整えます。たださっきと違って型紙は大きいしパターン側も縫い代がたくさんあって糸を引きにくい。クリップで4箇所ほど留めてから糸を引くと形を作りやすかったです。もう力技でなんとか。以前作ったマリナーズコンパスは外周もピーシングだったからアップリケで土台に縫い付けるやり方は初めて。日々勉強ですね。土台布の中心とコンパスの中心を合わせて待ち針で留め、あとは土台布から浮かないようにアップリケ。連載を参考にしたからこそ自分の選ばないパターンややり方に出会えた。知ってはいるけど、でも実際に作ったことはない。そんなトラディショナルパターンなんて山のようにある。時には自分では選ばないパターンを作ろう。普段選ばない色や柄を使って作ろう。これは一つの旅。配色を考えるとき、ついついまず好きな色や柄をと考えがちだけど、あえてしまい込んでいた布を起点にすることで世界が広がることもある。好きなものでいっぱいにした自分らしさももちろん素敵。一方で自分が使ったことのないものをどう使うか、その試行錯誤の過程にこそ宿る自分らしさも必ずある。制限すらも工夫する楽しさに変えていけ。それもまた旅の面白さだ。コンパス羅針盤のパターンの出来上がり。このサンプラーキルトを最後まで導いてね。ここからは自分でパターンを選んで追加していく。どのパターンにしようかな。サンプラーキルト作りの旅はまだまだ続く。